こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。ボタンエビっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ボタンエビ。っていうことでね、たくさんのボタンエビ買ってまいりました。これ全部で3キロあります。で、しかもこのボタンエビ、冷凍じゃないんですよ。生のボタンエビを買ってまいりました。こんないいボタンエビがたくさん入りましたので、1品目、やっぱりこんな鮮度抜群のボタンエビはお刺身。2品目、お刺身にすると剥いた殻とか頭が出ますよね。それで出汁を取ったお味噌汁。3品目、エビといったらエビ天。こちらの3種類のラインナップで今日はお送りしたいと思います。そしたらボタンエビは、まずは殻を剥かないことには話が始まりませんということで、殻を剥いていきます。ボタンエビは殻が硬いので、ゴム手袋をつけさせてください。そしたらお刺身用は何匹か頭ついたままにしたいので、頭ついたまま皮を剥きます。こんな感じですね。簡単に剥けます。生きてると身と皮が離れにくいですね。こういう風に死んでるエビはかなり剥きやすいです。で、頭の鮮度が良さそうなところをよりすぐって、お頭付きのお刺身用に剥いていきます。これ料理屋さんとかで食べたら、この2匹で1000円ぐらいいきますからね。本当にボタンエビっていうのは高級エビです。そんな高級エビを今日は独り占めできるということで、ものすごい幸せですね。ちなみに今日のボタンエビ、これ1ケースで15000円です。でも多分ざっと見た感じだとこれ100匹は入ってると思いますね。1尾150円ぐらいです。すごくお値打ちだと思います。ただお刺身は6匹ぐらいでいいか、1人だし。こんなもんでいいでしょう。そしたら剥き終わったら、このトゲの先端が危ないのと、このヒゲが邪魔ですので、5個パチンと切っちゃいます。こういう風に揃えます。お刺身にした時にこのヒゲがピョンと出てると、ちょっとね、見栄えがあまり良くないので、これは取っちゃいましょうね。そうしましたら、ここにお塩を入れて、食塩水を作ります。で、食塩水で軽く洗って、ボタンエビの表面のぬめりとか、汚れとか、アクを取り除きます。はい、こんな感じで OK ですね。そしたらザルにあげて、こちらをお皿に盛り付けていく。よし、そしたら刺身はものの3分でできましたので、あとは天ぷらと味噌汁だ。で、天ぷらは頭取ってあげますので、そうだな、一度これ全部剥いちゃうか。どのみち剥いちゃわんと悪くなっちゃいますからね。エビっていうのは、この頭の味噌のところから悪くなってきて、どんどんここから傷んできますんでね。なんで、エビを冷蔵庫で保存する際は、もう頭は先取っちゃった方がいいですね。で、味噌汁にする頭は、こういうね、黒いところはやめておきます。この真っピンクな綺麗な頭のところを使っていきます。エビ味噌たっぷりのお味噌汁、作っていく。はい、では剥けました。てんこ盛りです。まだ入りきりません。で、こちら。これがね、殻ですね。そしたらまずは味噌汁作っていきましょう。頭の良さそうなところをボウルに移して、よし。こんな感じ。そしたら軽く洗います。そしたら、お鍋に日本酒を入れます。火にかけて、表面がふつふつとしてきたら、チャッカマンで火をつけてアルコールを飛ばします。で、火が収まったらそこにお水を加えます。そしたらそこにだしパックを入れます。で、煮出していきます。煮出してる間に、こう、つまみ食いしちゃいますから。こんなにたくさんありますから。うわぁ、うめえ。まな板の上でつまみ食いすると2割増しぐらいでうまく感じるんですよね。沸きました。はい、では美味しいかつおだしが引けましたら、だしパックを取り出してボタンエビの殻を入れていきます。たっぷり入れちゃいます。エビだし満タンでいきます。で、これグツグツ10分ほど煮込みます。そしたら煮込んでる間に天ぷらの仕込みをしていきましょう。いつも通り尻尾を畳んで斜めに落とします。こういう感じですね。で、尻尾の中の水気をこういう風にしごきます。
尻尾も綺麗になりました。ここの水を取ると油が跳ねませんのでね。これを全部やっていきます。斜めに落として、この水気をしごいていきます。そしたら水気をしっかりと切ります。そしたら次は天ぷら粉を作っていきます。今日もコツのいらない天ぷら粉を使っていきます。そしたらそこに、こちら、炭酸水を加えていきます。さーっとね。で、混ぜ混ぜしていきます。せっかく油使うんで、お野菜も揚げていきます。今日はね、さつまいも。うまいですよね、芋天。このぐらいの太さにカット。皮ついたままで OK です。あんまり分厚くいっちゃうとなかなか火が通らないのでね。次はお茄子。トゲがついてます。まだ新鮮な証拠ですね。茄子は半分に切って、こうして、こんな感じで揚げていこうか。こういう感じで。そしたら、エビもいい感じに出汁が出ましたので、殻を取り除いていきます。これで濃厚なエビ出汁の完成。そしたら味噌汁の具の野菜を切っていきます。おネギ。で、お次に豆腐ですね。このぐらいの大きさがもうちょうどいい。で、最後こちら。これが今日の味噌汁のポイントでもあるんですよ。これ、なんじゃこれと思うじゃないですか。これが、ふのりっていう名前の海藻で、僕の住んでる愛知県ではこれ取れなくて、で前ね、伊豆かどっかに旅行に行った時に、このふのりのお味噌汁が出てきて、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。香りもいいし、食感も面白くて、最高にうまいです。これ通販で冷凍買いましたので、これを、ちょっとこうやって刻んで、で、これを入れたいと思います。豆腐。たっぷりのおネギ。で、そこにふのりを加えます。で、混ぜ混ぜしまして、で火を止めて、お味噌を溶かします。今日は赤味噌でいきます。で、かき混ぜて味見。うんまっ。これでボタンエビのお味噌汁の完成。はい、そしたら最後、天ぷらを揚げていきます。で、冷蔵庫にたまたまね、1個だけ大型の牡蠣が転がってましたんで、これも揚げちゃおう。牡蠣天にしよう。よいしょ、ここら辺から貝柱を断ち切って、もうね、慣れたもんです。もう皆さんも牡蠣の開け方、そこね、そこ入れるのねってもうわかるんじゃないですか。はい、剥けました。うまそうな匂いがしとるな。そしたら具材にまず打ち粉をつけていきます。これ打ち粉をすると衣と食材が揚げた時に離れにくくなりますんでね。これはした方がいいみたいです。牡蠣にも打ち粉をつけていきます。野菜にも打ち粉をつけていきます。はい、こんな感じですね。はい、では揚げていきます。まずは温度の低いうちに野菜から揚げていきます。お茄子たっぷりつけて、こう開きながら押し付けて離す。つけて押し付けて離す。で、ここに天粉をパッパッパとつけて花を咲かします。ちょっとこれダボっとつけすぎましたね。さささっと。で、気泡が粗くなってきましたら、揚がった合図救出してあげましょう。こんな感じにカラッと揚がりました。うまそう。で、次はさつまいもいきます。ひっくり返しながら揚げていきます。はい、ではだいぶ気泡が粗くなってきましたので、油から救出。次は牡蠣いきます。はい、揚がりました。では最後ですね、こちらメインのボタンエビ揚げていきます。つけて、で角でここにまっすぐに伸ばします。
で、裏に筋目入れ忘れたんで入れときました。これしないと丸まっちゃいますんでね。はい、こんな感じで OK です。はい、このようにカラッと揚がりましたら、こちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。天ぷら、お味噌汁、お刺身。どれも美味しそうです。では、まずは、やっぱりこの新鮮なお刺身からいただきたいと思います。頭から身を外して、で、わさびをぬりぬりして、あえて尻尾の殻は外しちゃいましょう。で、醤油をつけて、いただきます。うめえ。このねっとり甘い感じ、最高。で、こちら、ご飯。このご飯ともね、ボタンエビはよく合うんですよ。うまい。で、新鮮なボタンエビといったら何といってもこちら味噌ですよ。醤油につけて、ちょっと音鳴りますよ。苦手な人は耳塞いでくださいよ。いきます。うめえ。濃厚だぜ。ではでは次はこちら。揚げたて天ぷらいただきましょうか。今日は天つゆと粗塩2種類用意しました。天つゆは温めてあります。で、あったかい天つゆに絞った大根おろしを入れます。で、そこにボタンエビをくぐらせていただきます。うめえ。なんじゃこれ、めちゃめちゃうめえ。歯ごたえがそんなにあるエビではないんですけど、口の中いっぱいにエビの旨味が広がります。うますぎる。次はこちら、お味噌汁。どうでしょうか。まず香り。いい匂い。ふのりがいい味出してる。いただきます。うわ、うまいわ。エビの頭に10匹入ってますからね。もうね、体に染み渡ります。冷蔵庫に転がってたこちら、大粒の気仙沼の牡蠣。天つゆにつけて、いただきます。うめえ。牡蠣はフライもいいけど、天ぷらもいいよ。うまい。おナス。ちょっと塩で食べてみようかな。うまー。とろふわ。こちら芋天ですね。上がってるかな。バッチリだ。はい、ということで、今日はこちらのエビ定食ときましたら、お飲み物こちらでいっていきたいと思います。せーの、でん銀色のやつ。今朝6時なんです。もう早朝なので、ノンアルコール3でいきますよ。よし。気分は、でも本物のビール。よし。決まったぜ。8対2ですね。いただきます。ボタンエビさん、今日もありがとう。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はたくさんのボタンエビを買ってきて、天ぷら、お味噌汁、そして新鮮なお刺身で食べてみましたけども、もう最高に美味しかったです。いい朝ごはんになりましたわ。もうお腹いっぱいです。まだまだ剥いたボタンエビ、たくさんありますんでね、1日2日、ゆっくりと味わっていきたいと思います。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。ベイベイ。